レギュラードウデトヨンです。というわけでね、今回はね、アップデート情報をやっていきたいと思います。待ちに待った瞬間がついに到来。時には変化が必要です。本日、クラッシュオブクラン史上最大級の変更を発表します。次回のアップデートより、タイタンリーグ以下のプレイヤーは攻撃を制限されることがなくなります。つまり、ユニット、呪文、突破兵器の訓練時間が0即座に準備完了。ヒーローの回復時間やライフなし、いつでも戦闘可能レジェンドリーグのプレイヤーは引き続き、1日8回の攻撃制限ありというわけでね、こちらの情報が昨日のね、18時に公開されました。これね、ちょっとね、勘違いされる訳し方されてるなと思って、このタイタンリーグ以下っていうところがね、すごい日本語にこうやって略された時に誤解生むかなというような感じだったんですけど、ちょっとね、原文見てちゃんと確認してきたんですけど、タイタンリーグ以下の人はもう攻撃、もうそのまま止まらず攻撃ができるよ、みたいな意味合いなので、レジェンドリーグだけ待ち時間が発生するとかそういうわけではないですね。レジェンドリーグは1日8回しか攻撃ができないので、攻撃が止まっちゃうけど、タイタンリーグのよりね、下の人はもう一生攻撃ができちゃうよ、みたいなニュアンスっていうことを伝えたかった文でした。はい。ちょっとこれ日本語だと分かりづらいところですかね。はい。メイントピックね、これで終了って感じなんですけど、ちょっと付け足しがね、少しだけあって、それに対する意見とかがね、ちょっとあったので、その辺自分の意見とかもね、出しつつ話していこうかなと思います。もろもろなんか、いろいろ書いてあるんですけど、問題が発生するとするならばこういったところ。雲問題だったりとか攻撃できる村が十分にあるのかって話なんですけど、それが結構デメリットとして上がりそうですよね。いつでもね、何回でも攻撃ができるっていう状況になったら攻めれる村なくなっちゃうじゃんって思うかもしれないんですけど、それがこちらのマッチエニタイムというもので、スナップショット村と呼ばれてるので、一旦そちらを準拠しますか。スナップショット村は実在のプレイヤーにシールドがかかっているところなんだけど、それを攻めることができるんだって。シールドが張ってても攻められるんだけど、防衛側の方は資源もトロフィーも失わないみたいな感じで、こちらで解決するようですね。村の数は変わらず、めっちゃいいね、これね。レジェンドリーグとかもこういうシステムのような形で、ね、AI とかその場で生まれたボットを攻めるわけではなくて、実際にいるプレイヤーを攻めるんだけど、その人自体は1回分しかね、通常のシールドがない時にしか攻められ、資源が取られないって形ですかね。すごいいいっすね。それに伴い、もちろんなんですけど、訓練ポーションとかその辺のものはね、もう一切いらなくなるので、早めに使い切るなりなんなりしといた方がいいですよ、おすすめですよ、みたいな感じですかね。で、寄付、援軍を寄付することが、軍隊から寄付することが不可能になるので、エリクサーかダークエリクサーを支払うことによる寄付に形が変わるという形ですかね。形が変わるという形でございますと。その辺はちょっと実際に出てみないとわかんないですね。援軍のリクエストタイマーがクランレベル1であっても10分に統一されるような形になりましたと。で、今、ゴールドパスの方が、援軍リクエストのクール短縮みたいなのが、ユニットがね、作れるところが結構早めになるみたいな、ゴールパスのね、大工が安くなるとかそういうのがありますが、それが、援軍リクエストのクールダウン短縮になるといいですね。で、ゴールドパスを持ってればバトル後すぐに援軍リクエスト可能。それぐらいもう攻めたらすぐに出せるぐらいな感覚になってくるのかな。めっちゃいいね。で、今までのトロフィーの獲得量は、1回の攻撃で2000する想定で作られてた。たくさん攻めれるようになるとトロフィーの上がる量がね、めっちゃ上がっちゃうじゃないかって感じなんで、そこをちょっと調整しますと。数が増えるっていう分でね。で、レジェンドリーグについて、今のところ1日8回の攻撃制限を維持します。ただ、将来的には撤廃予定と、なんということでしょう。現在のデータでは、ほとんどのレジェンドリーグプレイヤーが8回の攻撃を全て消化していません。そのため、無制限攻撃の導入は今年後半のアップデートで実施する予定です。マジか。知らんかったわ、普通に。聞いてないよ。当たり前だけど。聞いてても言わないですけど、聞いてないよ。マジ？雲問題が解決したのでってことですよね。だから、攻めたら攻めるだけ、昔みたいに攻め毒みたいにならないような、バランスのいいね、そういう無制限攻撃にしてほしいですよね。クラロワとかブロスタとかはそんな感じっすよね。クリエイター的にはね、ちょっとありがたいところもあって、レジェンドリーグ1日8回しかできないから、試したい戦術とかをレジェンドリーグでやりたい時とか、でも8回しかできなかったり、ある程度ね、ネタ攻めとかも、やりたいけど、みたいなとこちょっと、それをレジェンドリーグでたくさん攻めれるなら、ね、1日に何本もいろんなパターンをレジェンドリーグでたくさん試せるみたいな。トロフィー実質捨てる、ね、あれになるかもしれないけど、みんなもそうで、レジェンドリーグでいろんな編成とかね、いろんなやり方っていうのを試せるようになるっていうところですよね。これいいっすね。いいかわかんないけど、プラスに働くといいっすね、これに関しては。
ファイトよね、情報に関してはそんな感じなんですけど、これに関する方でね、意見とかもね、結構いただけまして、そういう見方もあるのかみたいなところで、僕の気づけなかったところとかがね、あるので、ちょっとね、うちのメンバーさんのチャットとかをね、お借りしまして、こちらについて自分の意見とかもね、ちょっと喋っていこうかなと思います。反対派のね、意見が出ましたと。基本的にはやっぱ賛成派の方が多いかなっていう感じなんですけど、タイタンリーグ以下の方では、ラッシュ系編成をドバ出し、タスクキルがいつでもできる、資源貯めたり、村育成をしたユーザーには支持が得られそうですが、こだわってきたヒル村の良さがなくなってしまうような気がしますと。ヒル村が空村化しちゃいそうな気がすると。そういったところで、ちょっと今までのクラクラの良さがなくなっちゃうんじゃないのみたいな意見もあると。対して、別の方が、対戦とかでね、これ結局レジェンド編成でやるか、みたいになっちゃってる対戦の訓練がなくなるだけでも嬉しい。もろもろあって、タウンホールアップグレード初日に全部の壁を塗り割るモサ出てきそう。実際出てきそう、これは。っていうような意見がね、出てるような形ですと。これについてね、ちょっといい機会なので、僕もちょっとね、いろいろ喋っていこうかなとは思うんですけど。まず僕自身の意見を言うと、まず圧倒的賛成派ですと。で、普通に、全体を見た時でも賛成派と反対派に分けたら圧倒的に賛成派の方が多くなるかなと思っております。訓練時間がね、減って嫌がる人っていう方が、珍しいかなっていう形かなと思っています。メリットとかね、そういったところもちょっと僕なりに見つけて喋ってみようと思うんですが、まずは挙げられた対戦のね、編成の組み直しだったりっていうのが、フレチャリと同じようにね、通常野良対戦とかでもフレンドリーチャレンジとかフレンドリー対戦と同じように、ちょっと今レジェンド編成がこういう編成なんだけどって、だからちょっと刺さんなそうだけど一旦ドバ出しライドラやるかみたいな感じで、結局組み直す時間がすごい大変だったので、対戦に対して、クランリーグとかもそうですよね。これずっと僕ね、クランリーグぐらいは作り直せるようにしてほしいって伝えてた部分だったので、すごいありがたいかなって思ってます。めちゃめちゃメリット。レジェンドリーグの高速周回っていうのもできるようになりますよね。そういったちょっと時間に関することで言うと、クラクラにかける時間っていうのをいい意味で減らせるんじゃないかなっていうところと、なんなら増えるまであるかなっていうところが、まず一つ意見としてあります。時間に関してはね。で、なんならその感じで、サブアカとかがさ、援軍を送るように編成を作ってたりするから、それもなくなるってなると、援軍をセットしてるせいで、そこの赤攻めれないんだよね。援軍用の赤でキャンプ使っちゃってるから、通常にそっちのサブアカとかを逆に攻めれないみたいな感じになってたので、そういったところで別の、生まれた時間で別のアカウントを作成することもね、ファーミングをすることもできたりとか、で、そっちも訓練キャンプがないってなると、レジェンドリーグのアカウントとレジェンドリーグじゃないアカウントで使い分けができるみたいな。時間がね、レジェンドリーグは8回で終わっちゃったけど、その後無限にファーミングができて、大工全部動かせるところまでできるみたいな。毎日やるのが難しいよっていう時でも、1日にね、タイタンリーグ以下でファーミングを大工全員動かすっていうのをやって、他3日間やんなくても、大工が次帰ってくる時にもう一回がっつりね、やればいいみたいな感じで、その人その人に合わせたね、時間のね、クラクラの使い方ができますよね。それはパッと見でよくありそうな感じ。で、一番僕がね、大きいかなと思ってるのは、参入障壁の緩和と、タウンホール最上位のプレイヤーたちが増えるっていうところかなと思っております。正直ね、クラクラって僕、他のね、ゲーム界隈の方と結構絡む機会もあるんですけど、クラクラおすすめしづらかったです、めちゃくちゃ。時間もかかるし、今からやってもすごい、大変ですよねみたいな。ぶっちゃけ厳しいと思いますって僕、おすすめできるゲームとして、クラクラのことを認知しておりません。一切おすすめじゃないですってはっきり言っちゃってますね。クラクラのインフルエンサーでもあるにもかかわらず、クラクラそんなにおすすめできないです、正直言って。時間もかかっちゃうし、本当にね、向いてそうな人にはおすすめするんだけど、カジュアルにちょっとやりたいですみたいな人にはあんまおすすめできないかななんて思っておりましたが、それもちょっと緩和できるんじゃないかなと。待たなきゃいけない時間っていうのがさ、せっかくハマった時にさ、たくさんやりたい時に2回しか攻めれず、シンプルにね、大工の着工時間っていうところもあってみたいなところで言うと、やりたい時にがっつり進められないストレスみたいなところもあったから、今から始めた人とか新しい赤を作る人からしても、これは結構大きい。大きいかな、マジで。あとはファーミング速度が上がることで、タウンホールがマックスの人が増えやすいっていうところがあるかな。これはね、昔スーパーセルの方々と会った時とかも結構言ってたんですけど、タウンホール最上位のプレイヤーをやっぱめちゃくちゃ増やしたいよねって。
これかなり追いつける要因としてなったんじゃないかな。タウンホール17にね、みんな上げて、なるべく上に追いつきやすくして、みんなが同じ条件で遊べるようにしたいっていう。増えてくれば、結局なんだろう、タウンホールを下の方で留めておく必要がなくなったりとか、そういうなんだろうな、みんなにタウンホール上げてほしいみたいなスーパーセル側のね、意図もありまして、そういったのを反映するにはいい施策なんじゃないかなと思っております。デメリットのところで挙げられてた、なんか、ラッシュでドバ出しタスクキルとかそういうのは、結局ね、それ今の環境でもやってる人いて、変わらないかなと思っちゃってます。よりそういった面がね、強く出ちゃうみたいなところはあると思うんだけど、悪く言うと作業ゲー。そういったところはね、正直出るかなとは思うんですけど、クラクラの遊び方っていうのは人それぞれで、自分がそれ嫌だなと思ったら、自分はそういうやり方じゃなければいいだけっていうか、結局なんだかんだね、来たらね、メリットとしてなんか、訓練時間がなくてよかったって思うことの方が増えるとは思いますよ。防衛を見るのが楽しみだったとかそういうのはあるかもしれないけど、ラッシュドバダシは今もいます。では変わらない。逆に言うとね、今デメリットとして挙げれるようなことが、なんだろう、攻めれる村が減って取れる資源が減るみたいなのは、スナップショット村っていうので解決されちゃってるから、今この意見出してくれたことぐらいなんじゃないかなって思ってて、この挙げられたデメリットよりも現状メリットの方がかなり多くあるかなと思ってるような感じですかね。編成を作るのにね、資源がいらなくなったりとかもちょっと前のアップデートとかでね、来てましたしね。で、防衛援軍とかのセット、フレチャレとかレジェンドリーグのセットとかもなくなってきたし、どんどんそういった、無駄とは言わないですけど、そういうセット、訓練時間だったり、そういうところっていうのをどんどん撤廃してきてるっていうような感じで、ユーザー側がね、やりやすい環境にはなってきたんじゃないかなと思います。着工中のヒーロー使えるようにしてほしいとかそういうのはね、多分まだまだあると思いますが、その辺はね、相当何かがないと変わんなそうですけど、実際、ヒーロー工事してもいいように5人目のヒーローっていうのを出すメリットでもあったので、ガゴプリの採用ってそういうところから来てますからね。ヒーロー1体工事してでもガゴプリが使えるから、5人いれば、そのうちの4人いればいいじゃないみたいなところからスーパーセル側の回答としても来てるので、ヒーローの着工っていうのは多分相当かかるんじゃないかなとは思うんですけど、なんか皆さんのね、意見とかもね、聞かせてほしいです。多分賛成派の方が多いんじゃないかなってさすがに思ってるんだけど。はい、というわけでね、ちょっとね、クラクラのアタックとかそういうところでもないんですけど、少し長くなりましたが、こんな感じです。っていうか、なんならちょっとね、アタック動画の方がね、今、撮影ソフトがなんでかわからんけど、映んなくてね、ちょっと時間かかってるって感じです。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。